それではこちら1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。よろしくお願いします。今回のテーマは浅い関係の恋、この先どうなっていくのか、進展していくのかどうかというのを見ていこうと思います。まだ顔しか知らないとか名前しか知らない、連絡先を交換したいとか、そのような浅い関係で今片思いをしている方向けのリーディングとなります。では今回もタロットカードやオラクルカード、いろんなカードを使っていきます。はい、見ていきましょう。まず現状を見ていきましょう。今現在のあなた様の現状、そしてお相手の現状を見ていきます。例えばお店に通う店員さんに恋をしてしまったとか、取引先のあの方に恋をしてしまったとかありますが、いろいろありますが、その中でどういう風に進展していくのか、いろいろとカードを出してみていきましょう。またね、こちらはね、全然まだ連絡先交換していませんっていう浅い関係の方から、連絡先は知っているんだけどデートに誘えないんだよなとか、そのようないろんな様々な角度から見ることができます。まずこちらがあなた様の現状です。これがお相手の現状を見ていきます。タロットカードは正位置で見ていきます。はい、まずこちらのカード。まずあなた様が、太陽が出ていますね。そしてお相手がワンドのエースが出ています。2人ともなんかね、今始まった、浅い関係だけど、そう出会って間もないとかね、そういう方もいるのかなっていう感じがします。あなた様の方は本当に新しい出会いがあってワクワクしているとか、ときめいているとか、今そのお相手に対して夢中になっているような状態ですね。すごく情熱があります。でもお相手もね、現状を見ていくと情熱があるんですよね。お相手も始まった何かを予感しているんですね。自分の中で芽吹くものがあるとか、何か芽が出てきたとかね、こういう感じで葉っぱがね出てきたっていうような、この湧き上がる気持ちっていうような状態ではいます。ただこのお相手の現状があなた様に向けられたものなのかどうかっていうのはまだこの段階ではまだ分かりません。ですのでまず、お相手から見たあなた様の印象を見ていきましょう。で、あなた様から見たお相手の印象も見ていきます。こうやってカードで見ていきますが、この、リーディングウェイタロットは正位置で見ていきます。まずあなた様がお相手に感じた、抱いた印象を見ていきましょう。はい、そして次にお相手があなた様に抱く印象を見ていきます。今回はシャッフルしながらリーディングしていくので、少しね、シャッフルが長いなっていう風に感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、どうぞお付き合いください。そして、お相手様があなたのことをどう思っているのか、あとは認識しているのかっていうのも見ていきましょう。あなた様へ抱く印象です。で、次は認識しているかどうかっていうのを見ていくんですが、これは、認識していなかった場合は、今この心に出した印象のところは、認識した後にあなた様に抱く印象として捉えてください。はい、それでは見ていきます。まずあなた様がお相手に感じる印象ですね。見ていきましょう。もうペンタクルズの5とワンドの4が出ていますね。自分の理想の人っていうのはまずありますね。結構出会った瞬間に好みの人だなとか、かっこいい、素敵だとか、美しいな、綺麗だなとか、そういう風な憧れを抱いたりとか、この人とのこの先恋人関係になるようなことを
想像してしまったりとか、結構ねロマンチックなことをイメージしているのかなって気がします。あともうちょっとの勇気が出れば、もしかしたら連絡先交換できるんじゃないかなとか、なんかこう積極的にアプローチしていこうかなっていうのをあなた様の方から感じますね。だけどちょっとねでも悩んでいるかな。このお相手と自分って少しね住んでいる世界が違うのかなとか、もしかしたら、立場がね上下関係あるとかね、そういう方もいるかもしれませんね。あとはお店の人とお客さんとか、そういう立場、何かねこう2人の間に線があるような感じがして、ちょっとねお相手のことを憧れ的な存在として見ているので、自分はこの人にとって、もしかしたらふさわしくないんじゃないかなとか、少し自信がないようなところもちょっとありますね。だけど夢を見ています。こういう風になりたいっていう風にロマンチックな夢を抱いていますね。さあこれからどうしようか。この思いね、こんな思い、ドキドキとかね、ワクワクとか、このお相手を見てときめく思いをどうしていったらいいんだろうっていう風な気持ちもある傍ら、やっぱりね仲良くなりたいなっていう気持ちもありますね。ではまずお相手がじゃあ認識しているのかどうか見ていきますね。これはそうですね、どうだろう、ジャッジメントが出ていますね。でも気づいてるんじゃないかな。お相手はあなた様の存在っていうのをちゃんと知っていると思います。いやもう一部の方では前々からなんか遠いつながりがあってとか、共通の知り合いがいてとか、それは知ってるんだけどちゃんと話がしたことないとか、名前よく知らなかったとか、なんかつながりがあったんだけど、それが今2人の仲が急接近したとか、顔見知りになれたとか、もしかしたら連絡先交換できたっていう方もいるんじゃないかなっていう感じがします。お相手はあなた様に気づいています。あなた様の存在認識しています。ではあなた様に抱く印象を見ていきましょう。印象がソードの8出ていますね。あとカップの9が出ていますね。カップの9が出ている。だけどソードの8、あなた様と、ただこの今の現状のお相手のところを見ると、やっぱりこれはあなた様のことも少し関係してるのかなっていう感じがしますね。この4枚見ているとね、あなた様と知り合いになれた。知り合いっていうのはちゃんとしたね顔と名前がね知れてとか、連絡先交換できてっていうのがちゃんとできたね。今までぼやっとしていたものがはっきりとなった。そしてあなた様っていう存在を知って、自分の中で湧き上がる気持ちがまず出てきてるんですよね。そしてあなた様のことをいいなっていうふうに好印象を抱いている。お互いが好印象を抱いているんですね。もしかしたらお相手の好みのタイプがあなた様っていう可能性が大きいですね。だけどやっぱりね、好印象なんだけど、少し考えているかな。お相手も何を考えているのかなっていう感じもするんですが、ここはね後でね深掘りしていきましょう。考えている、もしかしたらお相手が過去にいろいろ恋愛に対してトラウマがあったりとかするかもしれないし、さっきも言ったみたいにもしかしたら共通の知り合いがいてとか、そういう周りの人間関係のことを少し気にされていたりとかするかもしれない。あなたとの関係を進める上で少し自分の中で引っかかってるところがあるっていう感じがしますね。あとは恋愛のトラウマに関しては、もしお相手があるんだったらそれを埋められるのかどうかっていう自分の自信のないところも少しあるし、あなたとこの恋愛関係に進んだらこの関係は満たされるのか、自分の気持ちがね満たされていくのかなとか、トラウマに対して満たされていくのかなとか、解消されていくのかなとかっていう思いもあるし、やっぱりでも周りの状況っていうのがすごい入ってきますね。あなた様に好印象を抱いているんだけど、だからといってすぐ動けないとかね、そういう状況にいるんじゃないかな、お相手が。例えばお相手とお相手のお友達が同じあなたのことを好きになってしまったとか、
あとは会社の状況だったりとか、お二人のね環境を取り巻くね環境で自分の気持ちを素直に表現できないような環境にいるんじゃないかなっていう感じが少しします。今までの自分のトラウマを乗り越えられるような相手に出会ったような気がするっていうの気持ちがあるんですね、お相手には。だけどそれを素直に表現できない。でもこれね、お互いそうなんですよね。お互いなんかね、あなたはあなたで自分は釣り合わないんじゃないかなとか、ふさわしくないんじゃないかなとか、お相手にとね、自分がうまくやっていくためにはもう少し自分頑張んなきゃいけないんじゃないかなって思うところがあるとか、お相手もお相手で周りのことを気にしすぎていて自分の気持ちを素直に表せないとか、そういうようなちょっとね詰まっているような気持ち、状態とか環境とかそういうのがあります。だけどお互いの思い描いている心の中っていうのはすごくとてもねロマンチックで素敵なことを2人とも考えているような状況ですね。はい。では、ここまで印象を見てきましたが、どうやってね、どういう風にしていけば、2人の距離が縮まっていくのかというアドバイスをもらっていきましょう。あなた様へ向けたアドバイスです。はい。それでは、こちらのカードからもらっていきましょう。これも、正位置で見ていきます。何かでもね、こうやって見ていくと2人のなんか心の、2人お互いが抱えていることとか感じていることとか周りの環境だったりとか、そういうのが2人の恋路を少しね障害としてなってきているのかなっていう感じがします。お相手は周りの状況、もしくは自分の心のトラウマとかね、そういうのがあるかな。で、あなた様の方は自分自身との戦いっていう感じもしますね。まずアドバイスカードをもらっていきましょう。で、オラクルカードからもね一緒にもらっていきます。はい、それではめくっていきます。こちらは全部タロットカード正位置で見ていくんですが、まずカップの5とカップの9ね、同じカップの9がここにも入ってきていますね。カップの9と、あとはオラクルカードからプレッシング、はい、そうですね。でもね、これアドバイス、もっとポジティブに考えても大丈夫だよって言ってますね。もしかしたら自分に自信がないとか、お相手との何か差を感じるとか、もう例えばね、実力の差かもしれないし、もしかしたら、そうですね、なんか分かりやすく言うと、お相手はすごくたくさんね、フォロワー数がいる人気の SNS のアカウントを持っている有名な方。だけど一方あなたは特にねそんなねフォロワー数もいないし、フォローしてる人もいないしみたいなね、このお相手のファンですっていう方もいるかもしれない。で、このお相手と接近するためにとかね、こういう機会があって2人が顔を合わせる機会があった。で、これを進めていきたいんだけど、こんな人気者のお相手に私はうまくね隣を並んで歩いていけるのかなっていうふうに思っている。もちろん並んで歩きたい、本当はね歩きたいけど、大丈夫かな、この人気者のお相手に対して私は大丈夫かなって思っているとか、お相手はお相手で自分の心の隙間がある、トラウマがある。だけどそれがね覆されるようなあなたとの出会いがあって、うまく進めていきたいんだけど、なんかどうもこうもなんか周りの状況を見ていると自分の思う通りにいかないぞっていう風になっているので、お互いが気持ちがねまだねちゃんとね通じ合えていないんですよね。もしかしてチャンスがあるのかなっていう感じはするんだけど、あなたは自分の中で考え込んじゃうから自分からうまくアピールできないし、お相手も環境だったりとか自分のねトラウマとかにとらわれたりとかしていて積極的にいけない。
だからお相手それぞれお互いの心が見えない。だから余計不安になるとかね、そういうのがある状況なんですが、もっと積極的に自分の気持ちアピールしていってください。大丈夫です。これね、うまくいくんじゃないかなと思ってますよ。この浅い関係として見ているので、これから先進展していく可能性が高いんじゃないかなっていうふうに思っています。カップの9、カップの9っていうのがまずウィッシュカードって言って願いが叶うよっていう風に言われているカード、これが2枚入っているんですよね。かなり強いんですよね。だからでもカードの意味だけではなくて、いろんなこの組み合わせとかを見ていくと、もうダメなんじゃないかなとか、もうダメなんじゃないかなっていうか、出会ったばかりだったりとか、出会ったばかりじゃないとしても浅い関係で、そのままの状態でずっとね続いていますっていう方もいるかもしれませんが、最初の2人の出会いとか印象とかはいいんですよね。そのさらに先に一歩の進むやり方がわからないからどうしようかなってお互い詰まっている状況だから、もうこれはこれ以上先が見えないんじゃないかなってあなた自身が感じてしまったりとかしているんだけど、全然そんなことないよって言ってますね。もっとねいろいろ探してごらん、足元を探してごらんって。あと例えば視界がまっすぐにしか見えていないと、この周りのことが全然見えなくなってしまっていると視野が狭くなってるから、もっと視野を広げてごらんっていう風にカードが言っています。でもね、カード3って視野を広くしてって言われても、なんかやろうと思ってもなかなかどうしても広がっていかないのよ。どうしたらいいかわからないっていう風に感じてらっしゃる方、大丈夫。助けてくれる仲間とかお友達とか、共通の知り合いだったりとか、もしかしたらね、なんていうのかな、ご家族、ご兄弟、友人、お友達かな。周りの人が助けてくれるよっていう風に言ってるんですよね、すごく。なので周りの人の力を借りたりとか、協力をもらったりとか、相談に乗ってもらったりとか、どういう風にやっていけばいいかなっていうね、アドバイスもらえると思いますよ。それはね、年上の方とかアドバイザーとか、そういう専門的な方とかではなくて、本当に身近なところから、ひょんなところからそういうアイディアが出てくるとか、解決するきっかけ、打開策が出てくるとか、そういう感じがしますね。何か自分に自信がなかったりとか、取りこぼしていたこととかがあるのかなとか、一生懸命あなたは探しているんですよ。大丈夫。そんな探さなくても、もうちょっと視野を広げるとたくさんね、上に希望があるよってことをね言ってるんですよね。いろいろお話ししてみましょう、周りの人と。そしてできるのであればお相手ともお話ししてみましょう。周りの人と話すことで、それがね、お相手と直接話すようなきっかけが生まれるかもしれない。とにかく周りの人っていうのがすごい入ってくるんですね。で、周りの人がチャンスをくれるとか、あなたとその共通の知り合いを作るとかね、もともと共通の知り合いがいるんだったら、共通の知り合いと話しているところにお相手がやってくるとか、そういうタイミングがやってくるとかね、だんだん噛み合っていきますよって、あなたが視野を広くするんだったらねってことを言ってます。視野を広くしていく、いろんな人の話を聞いていくとか、きっかけとかチャンスがつかめていく、自分の思うようにことが運んでいくようになっていきます。だからもっと自信を持っても大丈夫だよっていうのを言ってるし、あと願いが叶うカードが2枚入っているのと、あとこれね、祝福のカードなので、あなたが今自分に起こる奇跡だったりとか、幸福なこととか、祝福されるようなこと、自分自身嬉しいな、幸せだなっていう風に感じるようなことがもう間もなくやってきます。だからそのための心の準備しておいてくださいねって言ってるんですよ。あなたが思い描いているこの想像と、これがね、実現していくきっかけがここに出てきているので、このアドバイスぜひ参考にしてください。視野を広げること、周りの人の話を聞いたりとか、周りとのコミュニケーションをとっていくこと、あとは感謝の気持ちを忘れないでねっていうのを言ってるんですよね。
周りから協力してもらったりとか、助けてもらったりとか、あとお相手とお話できたりとか、そういう時には感謝の気持ち忘れずにしてお伝えしていきましょう。周りの人やお相手に。はい、というアドバイスが入っています。では、こういうね、アドバイスを実践していったら、この後どうなっていくのか、1ヶ月後から3ヶ月後までを出していきましょう。はい、それはこちらのタロットカードで、こちらは制逆採用してみていきます。はい。なかなか縮まらない2人の関係っていうような状況が見えてきたんですね。ただ、2人とも好印象なんですね。今あなた様にお伝えしたアドバイスをやっていくことで2人の関係がどうなっていくのか見ていきましょう。まずこれが1ヶ月後です。はい、2ヶ月後、そしてはい、3ヶ月後で見ていきます。はい、では見ていきましょう。まず1ヶ月後、ですの逆位置。そしてこちらが2ヶ月後です。2ヶ月後、ソードの8の逆位置。ね、ソードの8と同じカードが出ていて、今度こっち逆位置で出ています。そして、こちらが、カップのナイト3ヶ月目に出ていますね。素晴らしい。願いが叶うカードも入っているし、そして、まあね、2人の、お相手から見たら情熱の始まりだったりとか、あとは、あなた様は、こうね、太陽も入っているので、お相手があなたをすごく照らしてくれる存在とか、そういう風にあなた様は捉えているんですよね。そして1ヶ月目、ここで、2人の関係が変わっていくタイミングがすぐやってくるんじゃないかなっていう風に感じますね。今まで停滞していたことが進むようになったり、もう少しね、進みが早くなったりとか、分かりやすく状況が変わっていったりとかするんじゃないかなっていう感じがします。このアドバイスをやったらどうなるかっていうので見ていますね。で、2ヶ月後なんですが、2ヶ月後、このお相手の、例えばなかなか身動きが取れなかった環境だったりとか、自分の心のトラウマとかね、そういうお相手のわだかまりとか、モヤモヤしたところとかね、うまくあなたのところへ進みたくても進めなかったことが、ここで解決されるんじゃないかなっていう感じがします。もしかしたら1ヶ月目で状況が変わっていくからお相手も変わるのかもしれないし、これはね、あなたとお相手の2人の関係性が変わっていくことも表していますし、周りの環境が変わっていくことも表しています。そしてそれがきっかけでお相手のね、このね、目に隠されていた、目隠しされていた布とか、こういうもの、縛られていたものとかがパラリと取れていきます。ほどけていきます。スルッと取れていくんですね。そういうことがあると、お相手は自分のお気持ちを伝えようっていう風に、そしてあなたもお相手がね、環境が変わっていったりとか、お相手の状況が変わっていくことで見えてくるものがあるんですね。これはもしかしたらこの先ね、うまくやっていけるかもしれないっていうような希望が出てくるんですよ。明かりが見えてくるので、そうなると結構ね、人って自信がついてきますよね。もしかしたらお相手も自分のこと好きって思ってくれてるかもしれないとかね、この辺りでなんかデートできたりとか、例えばお話できるとかね、直接なんかいろんなね、深掘りしたお話ができるとか、そういうことがあるんじゃないかなっていう感じがしますね。そして3ヶ月目でこれ愛を届けるカードが入っているので、これはあなたからかもしれないし、お相手からかもしれないんですが、どちらともなく愛を伝える、あなた様が告白とか愛を告げてもお相手がそれを受け取ってくれるとか、お相手がもしかしたらあなた様に愛を告げに来てくれるのかもしれないですよね。2人の世界、2人の関係がもっと未来へ向かって歩み始めているんですよね。というふうな結果が出てきているので、お相手の気持ちの変化見ていきましょう。
ただここね、かなりあなたに好印象だったりとか、あなたに出会った瞬間パッてこう電光石火のようにこう体に稲妻が走ったかのように、あなた様に好印象を抱いたような気持ちが伝わってくるんですね。もしくは共通の知り合いがもともといてとか、近づいたとかね、そういうこともあるかもしれないんですが、とにかく好印象なのは変わりはないんですね。で、こうやって3ヶ月後まで見ていくと、かなりいい感じで流れていくんじゃないかなって思うんですが、お相手の気持ちの変化見ていきましょう。はい、それではもらっていきます。お相手の気持ちの変化、こちらはね、正位置でもらっていきます。こうダメなんじゃないかなとか諦めかけていた気持ちに光が入ってくるんですよね。1ヶ月目で。そうすることで2ヶ月以内にはお相手の環境とか気持ちとかね、もっとお相手があなたの気持ちを見やすくなったりとか、あなたもお相手の気持ちが見えやすくなったりするんじゃないかなと思います。お相手から見たらやっぱりあなた様ってすごく魅力的な方っていう風に見えるんですよね。でも少しあなた様のことをあなた様がお相手じゃないことで考え事をしているようにお相手が感じているのかなっていう感じがしますね。なんかジャンピングみたいな感じで1枚出てきたんですけど、ちょっともう1枚出しますね。はい、見ていきましょう。少し寄せますね。お相手の気持ちの変化です。ペンタクルスのエース、ペンタクルスの8、そしてなんかこうあなたの不安に思っていたこと、お相手と自分少し差があるのかなとか、さっきも言ったみたいにね、例えばの話で言ったんですが、お相手にフォロワー数がたくさんいてとか、 SNS の人気者でとか、例えばの話でそう言ったんですが、その例えになぞって言うんだったら、そういう風にね、あなたが思ってるんだったら、私はそのあなたのこのね、なんか自分釣り合わないんじゃないかなって思っている気持ちを埋めてあげるよっていう風になってますね。お相手の気持ちの変化です。とてもあなた様のことすごく大事にしてくれるっていう感じがします。そしてあなた様の願いを叶えるために一生懸命頑張ったりとか、例えばね、お仕事頑張ったりとかして、なんかこう収入上がってきたからとか、例えばね、何ヶ月か分かね、貯金貯めてあなたのためにプレゼント用意したよっていう風にね、頑張るとかね、もっとやる気が出てくるとか、あなたのためにとか、あなたが豊かになるために、心も体も豊かになるために一生懸命頑張るよとか、すごく尽くしてくれるっていう風なことを言ってますね。とてもいいんじゃないかな。お相手の気持ちの変化、すごく気持ちの変化というか、なんて言うんだろう、もともと好印象だから2人の距離がこの先もっと縮まっていって、でそうなっていくと、今度ね、好印象から今度はね、確実にあなたのことをね守っていきますよとか、もっとあなたとね、お食事したりとかデートしたりとかしたいなとか、もっとなんか安定した関係築いていきたいとか、あなたにいろいろ尽くしてあげたい、寂しい思いさせたくないとか、あなたの前でやっぱりね、いいところを見せたいっていう風に張り切るのかなっていう感じがしますね。そうですね。あとこのカードもね、妖精さんのカードも出てきていて、あなたとやっぱりいっぱいね、お食事したりとか、さっきも言ったみたいにデートしたりとかっていう気持ちもある。いっぱいしたい。で、自分がもちろんご馳走してあげたいなとか、プレゼントもしたい。楽しい時間をいっぱい過ごしたいっていうのもありますね。
なんかお相手と一緒に食事したりとか、こうやって紅茶飲んだりとか、お酒飲んだりとかね、一緒に過ごす時間ってあなたの心をすごく幸せにしてくれるんじゃないかなっていう感じがします。どこか寂しげなところがあなたの心の中に本当はあったんですよね。最初っていうか今現在ですよね。今現在あったんですが、この先、変わっていくんじゃないかな。このお相手と一緒にこうやって実際にお食事してお話できるとか、そういう機会がもっと増えるとか、今までねそういう機会なかったよって人は本当にお食事の場にね2人でそういう時間過ごせるとか現実になるとか、そういうことがあるんじゃないかなと思います。そしてこのお相手と一緒にいることで自分自身の心が満たされるとか、このお相手があれなのかな、結構感覚センスっていうのかな、食に対するセンスもそうだし、ライフスタイルがかなり整っている方だと思うんですね。なのでこのお相手とお付き合いというか一緒の時間過ごしていってとか、お食事して一緒のねお店に入ったりとかして同じ空間とか同じ時間を過ごしていくことで、あなたの中で心が磨かれる、心が豊かになるとか充実するとか、そういう風な気持ちになるんじゃないかな。実際食べたり飲んだりするものからあなたの心とか体がどんどん美しくなっていくっていう感じがするんですよね。磨かれていくっていう感じがします。でもっと自由にとかね、このお相手の気持ちでしょ。もっと自由にお相手が今までがんじがらめだった現状から愛を伝え合うことでもっと自由にお相手が羽ばたいていけるとか、自分の好きっていう気持ちだったりとか、いろんな感情を、表現していけるとかね、もっとね明るく表現できるとか、思うがままに進めていけるとか、そういうイメージが入ってきますね。一緒にいる時間を大事にしたいっていう気持ちもある。楽しい、幸せ、あなたと一緒にいられて心が躍るような気持ちになる。食事する時間も楽しい。でいろんなものを共有し合うね。デートして、例えば音楽の流れるようなお店でご飯を食べたりとかすることで、美味しいねとか、この音楽いいねとか、この雰囲気いいよねとか、そういうこのお店のインテリアいいよねとか、そういうのを共有し合えるようになる。それがとても嬉しいっていうのが感じられますね。とにかくこのお相手がもっと開放的になるので、もっとお相手の気持ちが見えやすくなったりとか、2人の関係がもっと円滑に進んでいくとか、すごく前向きに捉えていいんじゃないかなっていうふうに思います。このアドバイス、中間でお話ししたアドバイスがありましたが、ぜひこちらのアドバイスを参考にされてみてください。はい、ではここまでお相手の変化見ていきました。以上、こちらが1番をお選びいただいた方の浅い関係の恋、この後どうなっていくのか、進展はあるのかということについてリーディングしていきました。これからもいろんなリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それではこちら2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回は浅い関係の恋、この恋はどうなっていきますか？進展していきますか？というものを見ていこうと思います。今回もタロットカードとかオラクルカードを様々使って見ていこうと思います。ではまずこちらからあなた様の現状とお相手の現状を見ていきます。例えば浅い関係で言うと、例えばすれ違ったあの人とか、お店に行った時に出会ったあの店員さんとか、いろいろありますよね。憧れのアーティストさんとかもいます。まずこちらがあなた様の現状です。はい、そしてこちらがお相手の現状を見ていきます。はい、すべて正位置で見ていきますね。まずあなた様がワンドの7出ていますね。戦っている感じ。
しますね。なんかね、こう動きのあるような感じがしますね。なんかバタバタしてるのかなってね、そういう第一印象ですよね。そしてお相手が太陽が出てるんですね。今お相手はすごく順調だったりとか、自分がやろうとしていることがうまくいきそうとか、ワクワク感だったりとか、すごくね純粋な気持ちでいるとか、例えばね、これが今こうお互いの印象とかではなくて、お互いの現状で出しているので、このお相手のこの太陽ね、光り輝いているお相手そのものがっていうことも言ってるかもしれない。お相手の存在そのものっていうのかな、今のお相手の状態だったりとか、体調、オーラとかね、そのなんか波に乗っているような状況、現状でもあるのかなっていうふうに思います。で、あなた様の方はどちらかというと少し今慌ただしかったりとかするのかなっていう感じがします。ただまあ多少ねストレスはかかってるかもしれないんですが、なんだろう、こう忙しくてもやることたくさんある、もう早くしなきゃなみたいな、どっちかっていうと、なんだろうな、周りにすごくたくさん言われてて、もうこれ以上聞きたくないとか、そういう風な感じじゃなくて、もうあれもこれもあれもこれもって言われていて、頼まれていてとか、もう年末年始これもやんなきゃこれもやんなきゃみたいな感じでもう忙しい感じで、はいはいやるやる次次次っていう感じで、こうバッタバッタとなぎ倒していってるような感じも伝わってきますね。はい、では2人のこの現状を踏まえた上で、あなた様が感じるお相手の印象、そしてお相手が感じるあなたの印象、もしかしたらお相手はまだあなた様のことを認識していないかもしれないというわけで、お相手があなた様を認識しているのかどうかっていうのも見ていきましょう。はい、ではまずあなた様の方から見ていきます。浅い関係って言ってもいろいろありますよね。こう同じ会社で話しているし、名前も顔も知っているんだけど、で個人的にねプライベートで遊びたいと思ってるけど、なかなかそこまでいけないとかね、連絡先交換できていないとか、例えばグループ LINE 持っててとか LINE 知ってるけど、その先2人で会おうが言えないとかね、いろいろありますよね。こちらがまずあなた様から見たお相手の印象で、次はお相手が見たあなた様の印象なんですが、この印象のカード、ね、認識しているかどうかっていうこと次第で変わっていきますよね。認識しているのであれば、今現在あなた様に感じている印象で、認識していなければ認識した後に感じる印象としても見ていきましょう。なんかね、お相手ね、すごく今なんかこう波に乗ってるっていう感じ。なので、こう、来るもの全然 OK みたいな感じもするので、悪い意味じゃなくて、そう、いろんなものをこう感じてワクワクしたいとか、こう、ね、こういろいろと出歩いて楽しい気持ちにでね、帰ってくるとかね。何でも興味のあるところに行ったりとかっていうね、今こうワクワクな状況とか、自分のねプランがうまくいってるとか、そういう風にも感じられるんですよね。なんかね、熱いイメージはい、まずこちらがお相手から見たあなた様の印象と、あとはあなた様のことを認識しているかどうかです。はい、これで見ていきましょう。ではまずあなた様が感じるお相手のね印象見ていきましょう。ソードの4とデビルが入っていますね。はいはい、なるほど。例えばお相手のことを遠くから見ているとか、例えばね、同じお店の中にいて、店員さんとお客さんっていう立場だとしましょう。そしたらあなたはお客さんとして訪れて、で向こうは店員さんとかね、例えばねお店を経営しているとかね、そういう立場で、あなたはお客さんとして遠くからこのお相手を見ているとか、同じ空間にいるんだけど遠くから見ているだけで、やっぱりこう動きたいけど動けないとか、もしかしたら今自分の現状が少し慌ただしいから、そういうこともあって
自分からなかなか行けないとか、そういう方もいるかもしれない。だけど本当はお相手とね、仲良くなりたいなとか、自分の願い叶えばいいなとか、こうなりたいとかね、お相手に対する気持ちがね、実現するといいのになっていうのは少し感じてますね。だけどちょっと疲れてるのかなっていう感じもします。お相手が少し疲れてるのかなってあなたが感じてるのかな。でもお相手すごく今ね、輝いている状況なんですよ。輝きすぎていて余計だから近づけないっていうのがあるのかな。めちゃくちゃ本当はね、手を握りしめたいとかね、こう自分の願い願望を叶えたいなとか、例えばあなた様がお相手と手をつなぎたいなっていう気持ちがあるんだったら、もちろんね、現実的にも手をつなぎたいっていうふうに思ってるとか、お相手様の時間をね、もうちょっと自分のためにね、使ってほしいなって思っているとしたら、もちろんそれを現実化させたいっていうね、あるんですよ。ちゃんと願望がね、自分のね、願望ですよ。お相手様もっとね、自分のね、見つめ合ってくれてとかね、こういう関係になりたいなって思ってるんだけど、なんだろうな、お相手が結構こう眩しいのかな。私闇属性なんでみたいなそういうこう、イメージもしてきますけど、全然そんなことないんですけどね。お相手がすごく光属性みたいに感じるのかな。パーってすごく輝いているから、近づきたくても近づけない、輝きすぎていてとか、熱すぎて近づけない、近づいたらやけどしちゃうんじゃないかなって少し感じてるとか、あまりにも眩しすぎてなかなか動けない、重い腰を上げられないとかね、そういう感じもしますね。あなた様の印象です。少しね、消極的なところもあるかな。そうですね。そしてお相手のまず印象を見ていきましょう。お相手があなた様に感じる印象がカップのページとハングドマン、つられ人ですね。まず認識してるかどうか見ましょう。認識してるのかなっていうと、ペンタクルの6だから、ちょっとこれどうかな。認識しているかしていないか五分五分な感じがします。ただ接点はある。すみません。この段階で、いや、私とお相手は名前も顔もお互い知っていて、連絡先も知っているんですって。ただその先、深くね、進展するためにどうすればいいかわかんないですっていう方は、認識されているっていう風に考えてください。で、いや、何もね、連絡先も名前も知ってもらってるかどうかわかりませんっていう方は、五分五分で見てください。五分五分な感じがしますね。知っているかもしれない。だけど知らないかもしれない。だけど接点はある。共通して言えるのは接点はあるんだけど、お相手の印象ね。これね、あなたの気持ちに気づいているような気がする。気持ち、もしくは存在。あなたという存在に気づいている。存在は認識しているんだけど、もしかしたら、さっきの例えで言うんだったら、お店にね、よく来る常連さんの一人とか、店員でお客さんっていう立場だとしたら、お客さんたくさん来るので、月に1回来てくれるようなお客さんの一人として見ているとか、そういう感じがしますね。そういう感じで認識しているのかなっていう感じがします。いや、連絡先知ってますとか、そこそこね、関係あるんですよ。その先進みたいんですっていうパターンの方は、あなたのことを認識しているけど、あなたの気持ちにも気づいているんだけど、気づかないようなふりをしているような感じがする。で、もし、そうですね。気持ちに気づいていても、気づいていないふりをしているか、あなたっていう人を認識しているけど、お店に来るお客さんの一人みたいな感じで見ているとか、同じ部署にいる社員の一人とか、そういう風な感じで見ている可能性がありますね。そしてあなた様への印象です。で、もしお相手が認識していないのであれば、認識した後の印象。でもなんかね、接点があるから、認識はしてると思うんですよね。
でその人それぞれのその関係性によってこう認識され具合の度合いが違うので、まずあなたがねこうなんかねもじもじしているっていう感じで見ているのかなっていうのがあります。結構ねあなた動きのある方でもあるんですけど、恋愛に対して消極的になっちゃうのかな、それともこのお相手に対して消極的なのかな、いつもの自分じゃないような自分になっちゃうのかな。とにかくお相手が今あなたに感じることは、この人私に対してなんか視線を感じるんだけど気のせいかなとかね、例えばもしかしたらね私に気があるんじゃないかなってうすうす感じてるんだけど何をしたいのかちょっとわからない、見えないな、まだよくわからないな、あなた様の魅力っていうのがまだちょっとわからないような気がするとか、あとは魅力がわからないわけじゃないあなた様のことですね。あなた様がこのお相手に曖昧な関係だったりとか、お相手がね曖昧な関係をしているわけじゃないんだけど、あなたがはっきりと意思表示をしていないのかもしれないし、遠くから見つめているだけで相手から来てくれるのを待っているような感じもするし、でもちょっとねアピールしてますよね。アピールはしてるって感じする。さりげなくアピールしてお願い気づいてっていうような感じがしますね。感じがするから、人によってはお相手は気づいているんだけど、ちょっとね今はね気持ちあなたの好きだっていうこのアピールしてるのに気づかないようなふりをしているのかもしれない。もしくはね遠くから見てますっていう方のこの熱い視線を感じるんだけどこのお店に来るお客さんの一人みたいな感じで見ているとか、みんなと平等に接しているよっていうような感じですね。ここまで来ました。ではそういうあなた様の、イメージが分かってきたところでちょっとね不思議ちゃんかなみたいなことを感じているところがあるかもしれないですね、お相手があなたに対して。だけど悪い意味の不思議ちゃんじゃなくてすごく純粋でっていう感じは伝わってきます。あなたの心が純粋だっていうのは知ってる。でだけどこの人は、自分に熱い視線を送ってくれるけど、これは何だろうみたいな感じで感じてるかもしれないですね。あとは、あなた自身が結構自分自身をがんじがらめにしちゃったりとかする、相手の出方を待っていたりとか、多少アピールはしてるんだけどそのアピールがちゃんと届いていないとか、そういう感じがすごくします。ではどうすればお相手との距離が縮まっていくのかっていうアドバイスをもらっていきましょう。はい、それはこちらのカードからもらっていきます。アピールはしてるんだけどストレートにアピールできないからっていう感じでお相手が見てるかもしれない。ジャンピングで2枚出てきていますね。じゃあ1枚もらいましょうか。あともう1枚追加で。あらちょっと4枚飛んできて4枚になっちゃったんですけど、4枚もらっていくのとお相手の今の現状を見ると太陽出ているので今とても調子がいい時期にお相手が入っているし、あなた様次第でいろいろ変わっていくんじゃないかなって思ってます。まず出てきているのがペンタクルスの、9と、これはソードの10ですね。そしてあとは、こちらのカードも出てきているのが、ソードの9
そしてこれが5番、強行のカードですね。ハイロハント。なるほど。そしてこちらのカードがメモリーズ。すごいね、写真をねいろいろ持っていますよね、この人魚のカード。そしてメモリーズ、思い出っていうのをすごい言ってるんですよね。少しねこう似てる感じがするんですよね。この横顔、お相手の、横顔と少し似てる。例えばこのお相手の横顔をよく見ていたりとか、まだ2人で、面と向かって話ができていないとか、本音と本音でまだちゃんとね語り合えていないとか、そういうのも言ってるのかもしれない。もっとね2人の思い出をどんどん作っていこうっていう風にも感じるし、写真があるからいろんなねその場面場面の思い出の写真っていうか画像ですよね。スマホで撮ったスマホに収めた画像とかをお相手と共有していくっていうのもアドバイスとして入ってますね。もし連絡先とか知ってるんだったらとか、例えば SNS でつながっているんだったら、あなたの感じたその日ね良かったなって思えたこととか、景色だったりとか、そういういろんなことを自分の生活の一部を写真として残してお相手に送ったりとか、 SNS に上げて共有したりとかしてお相手に見てもらったりとか、そういう写真を使ってアピールするっていうのも入ってきていますね。あと思い出ね、思い出っていうのがあるので、あなたが例えば自分の願いとかねあるんですよね。気持ち、こういう風になりたいなっていう気持ちが、叶えるためのアドバイスがありますね。まず大きく言えるのは、相談しようってことを言ってるんですよね。教えてくれる人がここにいるので、目上の方かもしれない、もしくは専門的な方とかね、そういう方かもしれないんですが、相談してみましょう。そしてどういうふうにすればいいかアドバイスをもらえるので、これは例えば共通の知り合いがいるんだったらその方かもしれないし、もしかしたら目上の方だから全然関係ないけど自分の、会社の先輩とか上司かもしれないし、ご両親かもしれないけど共通の知り合いじゃない方かもしれないんですが、誰かに相談してみよう。目上じゃなくてもいいですよ。例えばお友達とかね、同僚とかでもいいので、まずねここアドバイスをくれる人が現れるので、この人なんじゃないかなって思ったらその人にアドバイスを教えて、教えをねこいてみましょうっていうのを言ってます。この人に教えをねもらいましょうっていうことを言っています。そしてすごくね、これはあなた様かな、なんかあんまりね思い詰めないでっていう感じにも見えるんですよね。なんだろうな、まだちゃんとお相手とお互い正面向いて話していないとか、そういう関係性ではないとかね、まだね顔と名前一致してないとか、連絡先知らないって方ももちろんねいるし、ある程度知っていてその先の展開を望んでいる方もいるので、どちらにも共通して言えるとするなら、あまり悲観的にならなくていいよっていうことも言っている。そして今これから2人の関係が始まっていくから、あまりね自分のことをがんじがらめにしちゃったりとか、もうダメなんじゃないかなって諦めるの早くないですかってことを言ってるんですよね。どうせ私はこのね大勢来る、お客さんの一人だからとか、例えばね同じ部署にいるたくさんいる社員の中の一人だからとか、大勢の中の一人だからっていうのをまずなくしましょうっていうのを言ってるんですよね。気づいてほしかったら気づいてほしいって、はっきりストレートに言ってもいいし、じゃないと後悔するんじゃないっていう感じがアドバイスとして入ってます。あなたが望んでいるんだったら、もっと積極的にお相手に知ってもらえるように動いてみるとか、そしてお相手が気づいていないふりするんだったら、もう気づいていないふりをさせることをさせないぐらいの勢いでっていうか、そういう、作戦を練ってとかね、
やり方を変えたりとかして、もっと気づいてっていう風にね、もうこれ以上ね防ぎようがない、もうお相手がね気づかないふりができなくなるぐらいまではっきりと意思表示をするとか、分かりやすく周りから見ても分かる通りとか、あと周りの人にね教えてくれるような人とかもいるので、周りの力を借りながら、周りの力を借りていこうっていうのが入ってくるので、かなり助けてもらえると思うんですよね。なんか例えばあまりねこうやりすぎちゃって、例えばお相手が見て見ぬふりをされているとか感じてる方もいるのかな。私結構意思表示してるんだけど、分かってるはずなんだけどはぐらかされるんだよなって方もいるのかな。そういう方だったらかなりショックですよね。自分的にかなりショックだから、落ち込むところを助けてくれる人が現れるとか、ソロじゃなくてこれから知り合っていきたい、どうすればいいかなっていう方だったら、どうすればいいのかっていうのを教えてくれたりとか、助けてくれるような友達がいっぱいね出てきて助けてくれるとかね、そういうのがあります。あとはそうね、あなた様自身がそんなに悲観的になったりとかネガティブに考える必要はないから、もともとあまりネガティブに考えるタイプじゃないのかもしれないっていうのはある。なんかね、こう手を差し伸べたい、お相手に向かっていきたいって思うんだったら素直に言ってもいいし、助けてくれる人もいるし、あとは SNS かな。 SNS とか例えば LINE とか、そうですね、なんかスマホのツール使ってお相手とやり取りできるんじゃないかなっていう感じがします。もうそういう状況にあるんだったらどんどんとやり取りしていこうねっていうのが入ってきているんですね。今あなたが目指すところはどこなのかっていうのをまず自分の中で目標を立ててみましょう。でそれに向かって協力してくれる人も出てきているし、あなたがくじけそうになった時も助けてくれる人もいる。例えば目標を具体的にお相手と連絡先知りたいとか、例えばお相手と2人で話をしたいとか、例えばお相手に自分の気持ちを気づいてほしいとか、人それぞれ目標がありますよね。お相手と自分の距離のこのね関係性をどうしたいのかっていう、それをまず決めていきましょう。そしてそのためには自分がどうしていけばいいのかとかね、例えばねこうお店の人と店員さんとお客さんだったら、店員さんにこう、ね、連絡先教えてくださいってプライベートなお話するのってすごくね勇気いりますよね。でそれを勇気を振り絞ってそこはね通っていかなきゃいけないっていう風に自分で覚悟を決めなきゃいけないのかもしれないっていうのもありますよね。ただお相手との次のステップへ進むためには、それはね避けては通れない道なんじゃないかなっていうのを感じますね。やれるだけのことをやってみましょう。自分自身の目標が定まって進んでいくと、そこで一つ結果が出ます。なのでまず自分の思い描く通りとか、自分の目標に向かってやれるだけのことをやっていってみてください。必ず、自分一人でやるのではなくて、今までどちらかというと一人で結構ねいろいろあれこれ考えすぎてしまったりとか、一人で動いたりとか、あまり誰にも喋らず、そういうね協力をもらわずやってきたかもしれないんですが、今度は人の助けをたくさん借りながらやっていこうねっていうことがいっぱい出てきていますね。例えば自分の過去の話だったりとか、これから先どうしたいのかっていうこともお相手に言ったりとか、お話できるチャンスがあるんだったらね、いろんなお話をお相手とねいろいろすることで、それが積み重なっていくことがアドバイスとして入っていますね。ただ浅い関係で見ているので、やっぱりこうどうしても連絡先聞くことすら難しいんですとか、例えばもうインスタとかねアカウントは知ってるけど DM 送るけど返事返ってこないとかね、そういう方もいますよね。あまりにもフォロワー数が多い方とかって DM 対応しないようにも設定されてたりとかもするので、
なかなかね届きづらい、連絡がしようがないっていう、ただね SNS で投稿見てるだけなんだよっていう方もいるかもしれないですよね。ただそういう方でもお相手に気づけるようなやり方とかをね、いろんな人から提案してみてもらってください。こういう風にすればさ気づいてもらえるんじゃないみたいなアドバイスをもらえたりとかするかもしれません。で、自分の過去のことだったりとか現在のこととかだったりとか、いろんな自分のその時感じたことを写真に残して投稿していってみてください。お相手関係なくて全然大丈夫です。自分のことをお相手に知ってもらうんだっていう感じで、自分の好きなものを写真に撮って送るとか、自分のその日食べたお友達と食べたランチを写真に撮るとか、そういうことでもいいと思います。いつかこの写真のどれか1枚がお相手の目に留まればいいなっていうふうに思って投稿を続けるとか、今ね分かりやすく SNS 関連のそういう関係、浅い関係っていう形で例に挙げたんですが、いろんなね関係があると思うので、置き換えて考えてみてください。お相手の目に留まるようなやり方をまず目標を決めて、それに向かってやってみてください。そしていろんな人の力を借りたりとか、そういうことをやってみてくださいね。あと、もうダメなんじゃないかなっていうふうに思っている気持ちって結構考えすぎなんじゃないっていうふうに入ってきているので、あなた様がそこまで考えるよりことは深刻ではないし、お相手はあなた様に悪い印象は持っていないから、これから始まっていくんじゃないのかなっていうのが伝わってきますね。では、このアドバイスもらっていって、これをもしやっていったら2人の関係って変わるのかなっていうのを見ていきましょう。はい、こちらから見ていきます。これは制約を採用して見ていきます。タロットカード、2人の関係性がどう変わるのか、1ヶ月目、2ヶ月目、3ヶ月目で見ていきましょう。このリーディングを見てからです。見たその瞬間がタイミングなので、見た時からで換算していきましょう。はい、まず1ヶ月目。はい、2ヶ月目。そして3ヶ月目。なんかね、お相手の、顔をよく見ようとか、そう、なんかね、まだちゃんと2人向き合えていないのかなっていう感じが伝わってくるので、まずお互いが目と目を向かい合って話をするところからかなっていう感じはします。1ヶ月目がワンドのナイト逆位置です。で、2ヶ月目がカップの10の逆位置。そして3ヶ月目が、ハーミット逆位置ですね。全部逆位置で入ってきてますね。あなた様がよし、じゃあこのアドバイスをもらったから自分の目標を決めて頑張ってみようと思って頑張るけど、1ヶ月目ってかなりお相手とのズレが生じやすかったりとか、あなたの頑張りに対してお相手がそれなりにね、あなたの期待通りの反応を示してくれなかったりとかして、少し空回りしてしまうような気持ちになるかもしれません。そうなるとなんか違うのかなとか、やり方間違ってるのかな、どうしたらいいのかなっていう風に悩んじゃったりとか落ち込んじゃったりとかするかもしれません。中にはやけになってね、少し暴飲暴食してしまったりとか、ストレス発散してしまったり、ストレス発散のためにカラオケに通い詰めたりとかね、そういう風にして自分の心を再び奮い立たせようとするかもしれません。このアドバイスが出て、このアドバイスが出て、そうやってやってみても1ヶ月目、そして2ヶ月目、3ヶ月目と、なかなか結果が出ないんじゃないかな、そんなすぐに出ないっていう感じがするんですよね。どちらかというと、アドバイスの通りやってもなかなか、自分の思うようにうまくねことが運んでいかないとか、思ったよりも遅いペースだなとか、そういう感じで感じる3ヶ月間、3ヶ月以内にはどうこうならないのかなっていう関係だったりとか、
っていう感じもする。かなり難しい、あなた様の中で結構厳しいのかなっていう風に感じてらっしゃるのかな。お相手、例えばライバルがたくさんいるとか、人気者っていうのもあるかもしれないし、自分のこと見てくれないんじゃないかっていう風に悲観的に考えてしまうところもあるし、アドバイスくれる人はいるんだけど、どうしてもなんかうまくいかない、噛み合わないとかね、そういう感じがするんですよね。では、お相手の気持ちの変化も見ていきましょう。お相手の気持ちの変化ね。そうだな、お相手の気持ちの変化をまず1枚出していきましょう。お相手の気持ちの変化。いや、これじゃない。ちょっと待ってくださいね。こっちからもらっていきましょう。同じカードで、こちらから、お相手の気持ちの変化見ていきます。結局、あなたがもっと動くことでとか、周りに協力をもらったりすることで、お相手ってじゃあ、あなたとまっすぐね、あなたの顔を見てくれるようになるのかなとか、例えば大勢の中の一人ではなくて、あなたっていう一個人として見てくれるのかなっていうところを見ていきましょう。まずこれを見ていきます。ワンドの6がありますね。ね、同じ6ね、ペンタクルスの6とワンドの6ね、6は6でお相手は変わりはないんだな。かなりなんかね、周りのことを気にしていたりとか、周りのことを気にしてるっていうか、そういう複雑な恋愛ではないんですが、周りのことを気にしてる、この人の周りに人がいつもいるんですよね。だから、なかなか2人きりになるような時間が持てないかもしれない。で、あなた様がこうやって動いていくことで、確かにお相手はあなた様に気づく。そしてこの先変わっていくような感じもしますね。向いてる方向が違うし、気づくんじゃないかな。あなた様の存在には気づくけど、だけど周りにいっぱい取り巻きみたいに人がいるから、なんか漫画の世界で言ったらすごく大金持ちのね、会社の息子で周りにボディーガードいっぱいついてるみたいな感じとかで、なかなか2人きりになれないとか、そういう感じもしますね。結構顔がね、伏せがちなカードが多いので、結構それが気になるんですよね。うつむいているとか、顔をね上げているカードがあまりね多くはないんですよね。あなたっていうのを認識して、あなた様っていうのを認識して、この先じゃあどうしようかなっていう風な気持ちにはなるんじゃないかなっていう感じがします。じゃあ、もう少し出していきましょうか。もう少し分かりやすく欲しいですよね。ではこのお相手って、この先お相手、あなた様のことに気づくけど、周りの状況っていうところがね、なんか取り巻きだったりとか環境とかね、なんか一人になる時間がないっていう感じかなっていう感じがするので、このお相手と2人になれるためにどうすればいいのかってもらっていきましょう。お相手があなたに言いたいことで見ていきましょうか。お相手があなたに伝えたいこと、なんかね、伝えたいってことを言ってる気がするんですよね。で、あなた待ってって言ってるような気もする。追いかけてるんだけど追いつかない。周りに人がたくさんいる。話しかけられない。お相手もあなたに気づくんだけど話しかけられない。なぜか周りにたくさん人がいて一人になる時間がないから。お相手があなたに伝えたいこと、2枚もらっていきましょう。これはね、制約を取ってみていくカードなので、まずペンタクルスの8と、あともう1枚がペンタクルスの7逆で出てきてる。7と8が逆で出てきている。でもなんかね、あなた様と仲良くなるために頑張るんじゃないかな。
っていう感じがします。頑張る。そしてなんかね、諦めないで頑張ろう。これからあなた様のことをね認識した後に2人の関係を進めていくために頑張るから、諦めないでねっていう風にあなたに言いたいってことを言ってる気がする。もしかしたらこの段階で気づいてるかもしれないんですよね。ペンタクルスの678ってきていて、ペンタクルスの9も入ってきていて、そうね、例えばあなた様の気持ちに気づいているけどはぐらかしてきたっていうような方であれば、これからちゃんと向き合っていくから、今までねなかなかすぐ結果出なくてごめん。だけどこの方自身が結果出すまでに結構頑張る、すごく頑張るんだよ。努力してすごくね結果を残す人なんだけど、がっつりいくかって言ったらビューンがっつりっていうタイプではなくて、どっちかっていうとコツコツね少しずつやっていきますよっていう、1年の中に 1回だけ実りの時期があるとかそういうようなタイプだから、1年に1回のチャンスがやってくるまでコツコツ頑張っていくから、ごめんちょっとタイミングが合わない時とかもあるかもしれないんだけど、諦めないでねってことをあなたに言いたいってことを言ってる。そしてあなたも諦めずに気持ちを育んでいてほしいっていう感じがいてって今一瞬私がって言っちゃったんだけど、かなりねお相手目線で言ったらそういうこと言ってる。だけどあなた様って結構苦しくないですか？それだとお預けされてるような感じがして、だけどね確実に結果持っていくよってことを言ってるんですよね。届けに行くよって言ってる。馬に乗って行くからねって、今一生懸命頑張ってるから、その成果を届けに行くために頑張るから、ちょっと時間かかるかもしれないけど待っててねっていう感じであなたに言いたいんだよってことを言ってます。そしてそうしたらじゃあ待ってたらどうにかなるんですかって話ですよね。お相手とどうにかなるんですか？待っていたら。結構この1ヶ月目2ヶ月目3ヶ月目ってなかなかお相手と距離が縮まらなかったりとか、自分の理想通りにことが運ばなかったりとか、そういうことがあるんですよね。でそこに対してお相手の気持ち聞いていった。じゃあそうすることでお相手ってお相手とあなた様の関係ってじゃあどうなるのっていうと、なるほど、やっぱりなんかねお相手とあなたの関係でしょ。助けてあげるよ、やってきた、やっとやってきた、やっと本当にやっとっていうね、本当にやっとっていうのがすっごい入ってきたんですけど、やっとやってきたっていう感じですね。やっとこの時が来たっていう感じで2人見つめ合ってる。ここでようやくね見つめ合って2人の存在があって、迎えに来たよとかやってきたよとかお待たせみたいな感じで待ってたよみたいな感じで入ってくるんですよね。ここまで来る道のりの中でいろんな人たちに助けられてやってきて、支えられてとか勇気づけられてとかやってきてって、なかなか長い道のりだった。だけどようやくやってきたよ。そしてあなたがずっと種まきをしていたから、それがやっと花開くんだよってことを言っている。あなたが少しずつ気持ちを送ってきてくれていたから、気持ちをこういう写真とかね画像とか目に見える形で、投稿したりとかね、そんな過激な投稿じゃないですよ。〇〇さん好きですとかそういう投稿しろって言ってるわけではなくて、あなたの思い出だったりとか美しいなって思う景色とかそういうのを投稿していくこととか、そういう一つずつ自分ができること、例えばお相手の役に立てるようなこととか、お相手を助けてあげられるようなことをあなたが少しずつやってきたのかもしれない。長い道のりの中であなたがコツコツと頑張ってきたこと、小さくても
ふわっとやってきたことをこうやってね、ふーって綿毛を飛ばして種まきをしていったことがようやく実を結ぶんだよって、ちょっとやっぱり時間かかるかもしれないんだけど、諦めない姿勢でいてねっていう感じがしますね。そしてお相手が迎えに来た頃には、あなたにはすごくね、心も体もあなたの思っていたことが現実になれるような、そういう風な形でお相手が手を差し伸べてくれる、あなたがそれを受け取るっていう感じですね。これからはもう困らせるようなことしないよとか、例えばね、大勢いる中の一人とかじゃなくて、あなたっていうのを認識してからは、そこからも時間かかるんだけど、本当に長い間お待たせしたねって、あとはもうお相手、私にね、身を委ねても大丈夫だからねっていう感じで、お相手がこういう風に気持ちが変わっていくのかなっていう風に感じますね。ちょっとだけ気になるので、少しカードを足してみましょうか。そうですね、何枚かカードもらおうかなと思うんですが、アドバイスいろいろもらってきたし、ただ、展開がね、どうしてもこの1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、思い通りになかなかならなかったりとかもする。では、このお相手があなたに気づく時とか、例えば、あなたと面と向かってお話しするとか、やっと手を取り合えるとか、それはだいたいいつぐらいなのか、見ていきましょう。いつぐらいかっていうね、大体の期間を出していきましょう。今これを見てから大体どれぐらいなのか、何週間後とか何ヶ月かもしれないですね。1枚もらっていきましょう。1。いやでも1だ。1って結構早いですよね。でもな、1ヶ月後、2ヶ月後、3ヶ月後は思う通りにはいかない。で、かなりね、歩みが遅いんですよね。お相手がこうやってね、あなたと手を取り合うまでに、かなりこれは、長期戦になりそうなんですね。もしかしたら1年っていう方もいるかもしれないですね。もしかしたらですけど、ただめちゃくちゃでっかいカップ手に取ってるんで、ね、カップの1は愛の始まりを表しているし、この愛の始まりを手にするまでにもしかしたら1年かかるかもしれない。あなたが思い始めてから、このお相手をね、好きになり始めてから約1年かもしれないし、このリーディングを見てから1年後かもしれない。かなり、年数がかかるかもしれない。あとは、お相手があなた様の気持ちをあなた様の存在を認識してから、例えば1ヶ月後とか、いやでも1ヶ月後っていう流れとしてはちょっと考えづらいので、やっぱりもうちょっと時間かかるんですよね。1週間とか1ヶ月とか、そんな早くには2人の関係ってこういう風にはならないんじゃないかなって思うので、やっぱり長い目で見ても1年後、もしくはそうですね、あんまりそんなに急展開するような感じではない。1年以内っていう感じはしますけど、でも3ヶ月より後で1年以内っていう感じかな。ただでも愛の始まりなので、めちゃくちゃここいいんですよね。2人の愛の始まりまでに1年はかかるかもしれないけど、愛が始まる。浅い関係から2人の手が取り合って愛が始まっていくっていう感じなので、その方々によってね、浅い関係って度合いが違いますよね。なので一概的にね、いつ叶うのかっていう具体的な数字って表しづらいんですが、やっぱりあなた様が感じてるよりは遅いしっていうのもあるし、
遅いんだっていう風に感じた割には意外と早く結果が来るのかもしれない。本当にそういう感じですね。目標を決めてやっていったその通りには思ったようにはなかなか進まない。進まないんだ、長期戦で頑張ろう。これは何年かかってもいいから、気持ちが通じ合ってもうお付き合いできるんだったらすごく幸せだわ。1年頑張れるっていう風に思ってやっていたら、意外と早く結果来るとかね、1年だと思ったら9ヶ月目ぐらいで来るとか、そういう感覚なのかもしれません。ただ確実に2人の愛が始まっていくっていうこと、そして愛が始まった後にそれからも2人のこの思い出とか思い出作りとか思い出を記録に残しておくとか、そういうことをやってみてください。結構これ強く言ってるかなっていう感じがしますね。このようにカードからリーディング展開を見ていきました。粘り強く、お相手のこと好き、なんとかなりたいとか、こうなりたい、ああなりたいと思った目標があるんだったら、それに向かって粘り強く取り組んでいこうっていうのがアドバイスとして入ってきましたね。ただ最終結果は愛の始まり、そして1っていうのがナンバーとして入ってきました。これをぜひ参考にしてください。以上、こちらが2番をお選びいただいた方の浅い関係の恋。この恋はどうなっていくのか、進展していくのかっていうことについて見ていきました。これからもいろんなリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。それではこちら3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは浅い関係の恋。この恋はどうなっていくのか、進展していくのかというのを見ていこうと思います。浅い関係といっても様々ありますよね。例えばお店の店員さんに恋をしてしまったとか、電車でいつもね一緒になるあの人、どこの会社の人なのかとか、どこの学校の人なのかわからないけど気になる、毎朝いつも一緒になるあの人が気になるっていう方もいらっしゃいますし、例えば人気の YouTuber さんが気になるとかね、そのような方もいます。あとはもう本当に近い存在だけど連絡先も知ってるんだけど、なかなかねこの浅い関係から先へ進めないとか、そういう方もいらっしゃいます。いろんな関係の方がいらっしゃいますが、浅い関係の恋、この後この恋が深まっていくのかどうかっていうのを見ていきましょう。こちらのカードからあなた様の現状、そしてお相手様の現状を見ていきます。これは今お互いに対する印象ではなくて、今現在の現状ですね。見ていきます。正位置で見ていきます。まずこちらがあなたの現状です。そしてこちらがお相手の現状です。見ていきましょう。まずあなた様の現状がソードのエース、そしてお相手の現状がペンタクルスの6。あなた様は今はっきりしたい今の関係をはっきりしたいっていう風に考えていたりとか、現状なのでね、そっか、あなた様の恋愛ですもんね。なのでこの恋愛はっきりしたいとか、もっと関係曖昧な関係だったらはっきりしたいとか、友達から恋人になりたいとか、浅い関係なので、名前を知らない人っていうわけではないですよね。名前知ってて友達だけど恋愛関係になかなか発展しないっていう方も該当しますよね。なのでどんな形にしろもうちょっと2人の関係性はっきりさせたいなっていう風に感じてるのかなっていう、割とシンプルなこと考えてるかなっていう感じがします。で、お相手の現状なんです。なのでこれはあなた様に対する気持ちとはまた違うんですよね。今このお相手どういう現状にいるのかなっていうと、周りの人にいろんな
お話を聞いてあげているとか、だけどね、なんかね、ちょっとね、無理してるんじゃないかなっていう感じがするんですよね。自分の、やりたいことも多分あると思うんですね、お相手の中に。いろんなことを頭の中で考えているんだけど、例えば仕事頑張んなきゃいけないからやってますとか、あれがしたいこれがしたいって思ってるけど、今はそれができていない、自分の中でバランス取っていかなきゃいけないんだよなっていうのを感じている。例えば友達との付き合いとか、あとはあなたと顔見知りなのであれば、あなたとのことも少し天秤にかけているかもしれないですよね。でも今はとにかく平等でいなきゃなっていう気持ちが強くあって、でも揺れている感じもしますね。これはあなた様への気持ちだけではなくて、例えば仕事とね、生活のバランスをなんとかね、うまくね、どっちもね、同じようなバランスでやっていかなきゃなっていう風に感じてるんだけど、頭の中では友達と遊びに行きたいんだよなとか、飲みに行きたいなとか考えているとか、思っていることが 100% 自分の思い通りにできているわけではないような感じが、このカードから感じられます。これね、もうちょっと深掘りしていきましょう。そして次は印象です。お互いの印象を見ていきましょう。そしてお相手はあなた様を認識しているのかどうかっていうのも見ていきます。まずあなた様が感じるお相手の印象ですね。なんかでもあなた様とお相手ってつながりありそうな気がするんですよね。でもまだこの2枚からしかまだわからないような状況ではあるので、少し出していきましょう。まずジャンピングで1枚出てきたのがワンドのページ、そしてこちら1枚出していく。そして次はお相手ですね。お相手はあなた様のことをどう思っているのか、印象、どんな印象を持っているのかとか、あと認識しているかですよね。まずそこですよね。浅い関係なので、例えば何もわからない、情報がないような方かもしれない。 SNS で通じているけど本名を知らないとかね、そういう方もいるかもしれない。あなた様のことを認識しているのかどうかも含めて見ていきます。まずこちらが印象を2枚出していきますね。印象2枚と、あとは認識しているのかどうかです。認識しているのかどうかで1枚で、もし認識を今まだしてないよっていう方は、認識した後に感じる印象としてお受け取りください。ではまずあなた様がお相手に感じる印象が、ワンドのページとワンドの6、かなり情熱的な方っていう風にお相手のことを見ているのかなっていう感じはします。ただこの人すごく元気があるなとか、活力に溢れてるなっていう風に感じてるけど、最近ちょっと違うような感じでも見てるのかなっていう感じがします。やっぱり知り合いっていうか、あなたがお相手をよく知っている状況にいるのかなっていう感じがしますね。周りにすごく人がいるっていうのが一番入ってきますね。お相手周りに囲まれているので、なんか協調性があってとか、周りに人気者でとか、そういう風に周りから慕われている人っていう風に、全体的にね、みんながお相手に感じてることです。だけどあなたももちろんお相手に対して、この人ね、人気者だし、周りの人に優しいし、気配り上手だしっていうことを感じている。だけど周りの人に人気があって、自分のこの気持ち届いているかなっていうような気持ちもちょっとあるのかな。もちろんね、あなたが積極的にアプローチしてると思うんですよね。アプローチしていると思うんですが、届いているのかなって気持ちもある。で、お相手のことは人気者とか、頼れる人とか、
みんなに慕われているとか、そういうふうにあなたが感じている。ではお相手のまず印象、お相手があなたに対する印象ですね。そして認識しているかどうかのカードなんですが、でも認識してるかどうか、ここね、ちょっとね、もしかしたら認識して2パターンありますね。一つは認識しているけど今あなたと向き合えないような事情がある。それはなぜかというと、仕事が忙しいからとか、自分が今保たないといけないことがあるから、仕事と生活かもしれないし、時間と仕事とかそういうことかもしれないし、なんかみんなの相談に乗っているとか、みんなのために今何かをしていてとか、仕事忙しくてとか、そういうことがあるから、今あなたの存在に気づいてはいる。で、恋愛感情があなたからね、発せられてるっていうのを感じてるけど、今それに応えられないような状況なのか。これがまず1パターンで、2パターンの方は、まだあなたの存在には気づいていないっていうのがある。ただはっきりしたいって言ってるから、例えば1パターン目だったらもうはっきりしようっていうことをもうストレートにあなたが今言いたいのかもしれないし、2パターン目だったらまだお相手が気づいていない状況だったら、気づいてっていうふうにあなたがドカンって言いたいっていう感じが伝わってきますね。で、あなたへの印象です。で、気づいていないのであれば気づいてからの印象としてお受け取りください。結構ね、わかりやすく言うと、アニメとかでわかりやすく言うと、魔女の宅急便のキキみたいな子っていう感じが入ってきますね。キキってね、人それぞれね、見方が違うんであれなんですけど、あとアリエッティとか、行動力があってっていう感じがしますね。行動力あるし、人を引きつける魅力がある。そしてそうだな、千と千尋の千尋もそうだし、自分っていうのをちゃんと持っていて、だけどキキみたいにたまにね、キキはね、ほら思春期だったから、でも思春期関係なく人って結構揺れたりしますよね。壁にぶち当たっては悩んで乗り越えて成長してとか、そういうのを感じてるんじゃないかなっていうのがあるんですよね。あなたがすごく頑張っているところとか、落ち込んでいるところとか、あとは友達と楽しくおしゃべりして笑っているところとか、いろんなあなたの表情を見ている、感じている。この子表情豊かだなとかね、笑ったり怒ったり泣いたり忙しいやつだなとかそういう可愛らしいなとか、そういうことを感じてるんじゃないかな。そしてラバーズなので、ちょっとね、やっぱりね、あなたのこと気になるなっていう印象ではあるのかなっていう感じがします。ただあなたと一緒に例えば手をつなぎたいって思ってるんだけど、手をつなげない、素直に手を取り合えないような状況だったり環境にいるっていうのはあるかなっていう感じがします。そうですね。ただでも、あなたっていう存在をっていうか認識してからは、ちゃんとね、向き合いたいとか、顔と顔合わせてお話ししたいなとか、そういうのは感じてる。2パターン目だったらね。で、1パターン目の気づいてないふりとか、今忙しいとかっていう感じだったら、あなたからのアプローチを感じている。だから今落ち着いたらとか、しっかり向き合おうと思っているとか、そういう感じでは思ってるみたいです。これはそれぞれのその関係性、お二人の関係性のこの距離感とかによっても変わってくるので、いや、連絡先知ってます。だけどこの先深い仲になかなかなれないんですって方は1パターン目とか、いや、今、全然連絡先わからなくてとか、これからどうやってお相手のこと知ったらいいかわからないんですって方は2パターン目として受け取っていただけたらいいかなと思います。どちらにしろお相手がすごく忙しくてとか、
なんか背中向けちゃってたりとかするし、横向いてたりとかするんで、なかなかあなたと向き合えないような状況にいるとかね、そういうのはありますね。では、どうすれば距離が縮まっていくのかとか深まっていくのかとかっていうアドバイスをもらっていきましょう。このカードも正位置で見ていきます。ただ、お二人なんかこう、なんだろう、知り合っちゃえばとか、お互い連絡先交換したらとか、そういうつながりができたら結構仲良くなるのが早いんじゃないかなっていう感じがします。こちらからもね、もらっていきましょう。はい、ではめくっていきます。カップの3。そして、これは月のカードですね。そして、これはデビルが入ってますね。そしてこのマーメイドのカードからは、今あなたの手に持っているものとか、これっていうね、あなたのポリシーだったりとか、こうやってやっていきたい、進めていきたいっていう風に握りしめているもの、結構握りしめているもの、どうだろうな。ただめちゃくちゃなんかこう明るくいた方がいいよっていう感じでアドバイスが入ってるんですよね。なんかこう、例えばはっきりさせたいんだよねとか、ちゃんとお相手に認識してもらいたいんだよねっていう、すごいね、なんかね、こうはっきりした気持ちがあってとか、そういう気持ちがあるんだけど、それを今ちょっと一回置いといて、そんなに焦る必要ないよっていうことを言っているんじゃないかなと思います。例えばお相手しか見えていなかった、ね、今までお相手一直線に見てきた。だけどお相手以外にも目を向けてみよう。っていうのは他に出会いを探しましょうとかではなくて、周りの人にも目を向けてみましょう。今までお相手一直線だった。だけど、例えばお友達と遊ぶ時間を持ったりとか、絶対お相手と2人きりじゃなきゃ嫌だっていうふうに思っていた方もいるかもしれないんですが、その気持ちから、お相手を含めて複数人で遊ぶのもありかなとか、そういうふうに少しだけ幅をね広げてみましょうっていう、選択肢を広げてみるっていうのかな。いろんなやり方があるので、お相手と知り合ったりとか、関係をはっきりさせたいって方もいるでしょうし、先へ進めたいって方もいるし、全く何も知らない状態から仲良くなりたいって方もいると思いますが、どんな形であれ、あなたが例えば今温かく出迎えるような気持ちっていうんでしょうかね、もうどっちなのっていう感じじゃなくて、相手が来たい時に来ればいいよっていうスタンスでいつも準備して待っているとか、来たらハグしていらっしゃいみたいな感じで出迎えるとか、そういう温かい、なんて言うんだろう、心が広い、魔女の宅急便で言ったらお園さんみたいな感じで、なんかちょっとしたことで危機が悩んだりとかしていても、大丈夫よとかっていう感じの園さんじゃないですか。だからそんな感じで、ちょっとしたことで不安になったりとか、ダメなんじゃないかなっていう風に思ったりとか、はっきりさせなきゃとか、ありますよね。嫉妬とかする時もあるし、わかりやすくね、今例えて言ってるんですけど、キキみたいにほら嫉妬してね、トンボの周りに集まってくる女の子に嫉妬したりとか、自分のね外見とお友達のね外見比べたりとかして、
自分と誰かを比べてなんか自分違うんじゃないかなとか、なんで自分こうなのかなっていうふうに考えちゃったりとか、いや全然そんな必要なくて、あなたはあなたのままで十分魅力的っていうのもお相手も分かってる。だから周りと比べる必要はないし、たとえあなたがね、例えばですけど外見にコンプレックスがあるとかね、そういうのがあったとしてもそのままで素敵なんだよって、ほらお園さんも言うじゃないですか。黒は女をね美しくさせる色なのよみたいなこと言うじゃないですか。だからそのままで十分あなたは魅力的なんだよ。だから私は私のまま、この自然体の私が魅力的なんだっていうのを心に置いといて、そしてそうすることで結構ね、自分の中に余裕が生まれてくるんですよね。心の余裕です。なんか誰かと比べて焦ってしまったりとか、お相手とはっきりさせたいからこうしなきゃとか、あれしなきゃこれしなきゃとか、自信がないとか、比べるとか、そういうことやってるとどんどん心がギュッて詰まってきちゃう。お相手と仲良くなるためにそのギュッてしたものを少し手放していくことで、お園さんみたいになっていくことで、ちょっと心にゆとりができるから、ちょっとしたことがあっても、ああ大丈夫大丈夫っていう風になっていくんですよね。それをまず言ってるのと、あといろんな人とお話とかをしたりとかして、そうさっきも言ったみたいに自分一人で戦ってきたりとか、自分一人でお相手との関係を進めていこうとか、あまり誰かに話をしていなかったりとかしていたかもしれないし、だけどみんなとお話ししてみましょうってことも言ってるんですよね。ただ常にお園さんを意識していただきたいので、例えば周りの人のお話とか噂話に左右されてしまったりとか、危機とかも結構そういうのありますよね。友達っていうかトンボの周りにいる人たちにいろいろお話とか聞いていて、自分に自信持てなくなってしまったりとかもしたりとかもするから、あんまりね周りの人に流されずっていうのもあります。そしてその反面、例えば自分のね親友を見つけてっていうか自分の親友いらっしゃると思うので、心許せる親友とこういうお話しして時間共有し合ったりとかして、自分のリフレッシュするような時間、本当になんか魔女宅みたいな物語みたいなことをあなたにアドバイスとして教えてくれています。なんか執着する気持ちだったりとか、例えば人を好きになると、分かりやすくねお伝えするんですが、木々がトンボを好きだっていうね気持ち自覚していないけど、なんかモヤモヤ抱えちゃったりとか、雨に濡れてもう今日は会いたくないとか、なんかクッキー届けなきゃいけなくて、なんかトンボだって分かった瞬間ちょっとねびっくりしてね、心がわーってなったりとか、自転車こいで一生懸命2人で自転車こいで思い切りね転んで笑ったりとか、そういろんなこと経験していこうねっていうのを言ってるんですよね。そしていずれあなたは少女危機から大人のお園さんへとなっていくっていうのをアドバイスとして入っているんですよね。すごく今ねアニメで分かりやすく例えてお話ししたんですが、ちょっと分かりづらかったらごめんなさい。このように出てきています。モヤモヤとかするようなこととかあれば、それを少し手放すとか、あと友達とお話しして気分転換をするとか、お相手が今忙しくて、今ね例えば自分のとの距離がなかなか縮まらないんだなっていうふうに分かるような情報をね誰かからもらうとか、いろんなことがあなたのところへ入ってくるので、それを受け止めて、あなたがどういうふうにじゃあやっていくのかなっていうふうに決めていくとか、乗り越えて成長していくとか、たとえ危機みたいにね泣いたり転んだり風邪ひいたりとかいろんなことやってもいいんですよ。そういうことを繰り返していく中で、人生経験とか恋愛経験とか自分の心の成長とかにつながっていくので、このお相手と深い付き合いになっていく中で、あなた様自身も大きく成長していくのかなっていう感じがします。ではこういう風にいろいろね乗り越えたり葛藤をね抱えて、それでも突き進んだりとかいろいろとやっていくアドバイス、このアドバイスのある通りにやっていったら、どういう風に2人の関係性が変化していくのかっていうのを見ていきましょう。今度はこちらは制約を取ってみていきます。
1ヶ月後、2ヶ月後、3ヶ月後で見ていきます。今このリーディングを見てから1ヶ月後の様子、2ヶ月後、3ヶ月後と見ていきましょう。お、飛んできた。ごめんなさい。飛んできたのが、ちょっとこれね、制約わからない。飛んできたからわからないから斜めにして、で、どうしようかな。補足的なカードでもらっていきましょうか。で、1ヶ月後です。そして2ヶ月後。はい、そして3ヶ月後です。はい、ではまず1ヶ月後見ていきます。ソードの4、正1、そして2ヶ月後がテンペランス、節制の逆1。あ、3ヶ月目でカップのナイト来る。ほう、なるほど。そして補足のカードがカップの2入ってますね。これちょっと制約わからないので補足としてもらっていきましょう。1ヶ月後、2ヶ月後、3ヶ月後、1ヶ月後なんかこうね、横になってるので、まああなた様自身がお相手との関係、2人の関係で見ているので、まだ1ヶ月目は大きな動きはないかなっていう感じがします。だって動いてないですもんね。横になってますもんね。わかることと言ったら横になっている、休んでいる、寝ているっていう感じがするので、忙しいのかな、やっぱり。なんかめちゃくちゃね、仕事に追われているとか、さっき一番最初にも言った通り、なんか自分のなんかバランス取るためにやってるんだけど、本当に自分のやりたいことできてないんじゃないかなっていうふうに言ったんですが、ちょっとお相手の体調少し心配かなっていう感じがするかな。お相手がね、体調崩してなければいいんですけど、体調崩していないのであれば、少しね、ここ1ヶ月目はお相手にちょっとね、余裕を持っていただくような期間、充電期間を取ってもらえたらいいかなっていう風に感じてもらえればいいかなと思います。なぜだったら、この後すごく素晴らしいことが待ってるからです。だから生き急いで結果を求める必要はなくて、まずお相手の体調とか環境とか周りの状況とかを見てみてくださいねっていうのが2ヶ月目で入ってるんですよね。そう、2ヶ月目で入ってるんですよね。同じような流れで、1ヶ月目2ヶ月目っていうのは、お相手の様子を見たりとか気遣ったりとか、体調とかね、ちょっと不安かな。そしてここでもやっぱりお相手が最初に言ってる通り、バランスがね、うまく取っていくために今すごく頑張ってるのかなっていう感じなんですよね。あなたのことも少し関係してるのかな。あなたとお相手の間にうまく成り立っていくもの、2人の手を取り合うためのこの妖精さんの存在が必要であり、そのためにバランスをとっているっていうような感じもする。ただかなり寝る時間削って頑張ってるとか、そういうイメージがするんですよね。あと疲れているとかね、体調面がかなり心配、仕事しすぎとか、例えば仕事じゃなくても、例えばですけど、介護しているとか、なんか自分の、今例えば資格取るために頑張ってるとか、受験があるとか、今やらなきゃいけないことにすごく必死になっているから、その分どっかメンタルが崩れやすかったりとか、体調を崩しやすかったりとかっていうのもありそうなんですよね。まだね、1ヶ月目、2ヶ月目は焦らず様子を見ていってください。で、お相手が体調復活したとか、例えばね、周りの環境が落ち着いたとか、そういうことになったとしても、だからといってじゃあすぐ明日、明後日とかに私のことどう思ってるのとか、そういう風には発展していかないので、ちょっと2ヶ月目ぐらいまではゆっくりと様子を見ていってください。徐々に2人の気持ちが通じ合っていくような流れになっていくので、ね、そういう風に思えばちょっと心に余裕が出てくると思うので、1ヶ月目2ヶ月目ぐらいまでは
まだね、お互いのバランスがうまく取れないとか、環境が整わないとか、お相手が体調崩してるとか、いろいろあって、だからなかなかすぐには2人の気持ちとか関係性が変わらないかもしれないんだけど、3ヶ月目でね、カップのナイトが出てるんですよね。そしてカップの2も出ているので、これね、ビョーンって飛び出してきたんですが、これ勢いよく飛んでくるってことは、例えばですけど、まだお相手とね、深い仲に慣れていないね、顔は知ってるけど友達程度で泊まってるんですっていう方でも、あと2パターン目の名前も顔もまだ知ってもらえてないんですっていう方でも、電撃的にビュンって2人が急接近するとか、2人が進展するようなきっかけがあるんじゃないかなって思います。ビュンってくるんですよ。いきなりね、来るんですよ。それでその後このプロポーズカードが入ってきてるので、プロポーズとは言わなくても自分の気持ちが相手に伝わるとか、相手から自分のね、あなた様に対してお相手の気持ちが聞けるとか、ロマンチックなカードなんですよね。カップのナイトっていうのはロマンスの王子様なんですよ。ロマンスの神様っていうか王子様が入ってきているので、だからロマンチックな3ヶ月目を迎えるんじゃないかな。で、電撃的に2人が近づく瞬間がやってくるっていう感じもします。これが一番最初に飛び出してきたから、もう間もなくやってくるんじゃないかなって感じがします。1ヶ月目を待たずとも2人の仲が急接近するようなことがあるかもしれないんですよね。ただお相手の体調面とか、例えばいろんな環境とか立場の問題とかもあったりとかして、すぐには2人がなかなか気持ち話せなかったりとか、そういう状況だと思いますね。で、いろいろ揺れたりとかもしたりとか、束縛したくなったり嫉妬したりとか、はっきりしたくなったりするかもしれないんだけど、ここはお園さんでいきましょうっていう感じですね。それで3ヶ月目に2人の気持ちがちゃんと通じ合うよっていうカードが入ってきていますね。こういうカードが出てきているので、この流れを見てきた後、お相手の気持ちの変化っていうのがあるのかどうかっていうのを見ていきたかったんですが、かなりね、お仕事とかそういうモードからロマンチックなモードに入ってきているので、最終的にあなた様のところへあなた様のことをお相手がどういう風に感じてくれるのかとか、あなた様と、いるとどういう気持ちになるのかとか、お相手の気持ちの変化だったりとか、この3ヶ月以降もお相手の気持ちを見ていきましょう。はい、では見ていきます。セレブレーションはね、向かい合ってダンスしているウィズさん。まずすごくいいカードが入ってきていますね。2人で向かい合ってダンスしている。お祝いしてますね。こうやって2人でにこやかに笑い合って、手と手を取り合ってっていうね、手と手を取り合ってね、2人だけがこう見つめ合ってっていうね、このような関係性になれるし、お相手がそういう風に求めたりとか感じたりするんじゃないかな。気持ちがあなたのところへまっすぐと見てますよね。今までなかなか目線が合っていなかったんだけど、ちゃんと目を向け合って2人でやり取りできる。で、そのために例えば冬の季節を乗り越えて、ロマンチックな世界へ行く、幻想的な世界へ行くかのように、一回ちょっとやっぱりね、雪の中を歩くような感じ、雪が悪いわけではないんですが、ちょっと冷たいですよね。冷たかったりとか寒かったりもしますよね、冬って。なので少し寒い思いをやっぱりするかもしれないんですよね。こういうような1ヶ月目2ヶ月目とか、少し我慢を強いられるような
時期があるんですが、それを乗り越えるとこういう風になっていくよっていうことも言ってますね。ただこういう風に乗り越えるための策だったりとか知恵っていうのがあなたにはあって、それがこのお園さんですね。お園さんになっていくと、つまり心の余裕がね生まれてくると、自分の中で必要じゃないものをまず置いていこうってことを言ってるんですよね。確かに少女にとっては必要な成長過程ですよ。で、必要なものを消化していって成長していきますよね。そうすると成長すると昔抱えていた嫉妬だったりとか、他人に対してのね嫉妬とかもありますよねとかがなくなっていって、今度は嫉妬していたお友達と仲良くお話できる、おしゃべりできるような関係性を築き上げるようになっていくとか、そういう風に成長していきますよね、人って。なので成長した後にあの時感じていた気持ちとか執着心とか嫉妬心っていうのを置いていくっていうねやり方をやっていきましょう。そういう風にできる力も持ってるし、やり遂げるようなこともあなたはできる。そしてお相手がそれを見ている、待っていてくれたんだなって、お相手がやってきたよっていうような感じで来るんですよね。やっと手と手を取り合える時がやってくるよっていう感じがありますね。3ヶ月目以降にお相手かなりあなたのことをねすごく惚れてる、好き、大好き、ロマンっていう感じもするんですよね。かなりなんか急展開っていう感じで変わってくるきっかけが必ずお互いにとって分かりやすいきっかけがあるんじゃないかなっていう感じがします。で、それが多分数字的に言うんだったら、9のつく日とかですね。9がラッキーナンバーとして入ってきますね。プレゼントの受け渡しとかもこの後あるんじゃないかな。例えばどちらかの誕生日が、あるこの3ヶ月目以降ですね。1、2、3だから4月以降、リアタイで見てる方は春の4月以降に、明るいね、本当に暖かい季節とともに2人の愛も始まっていくとか、この2人の電撃的なこの進展するきっかけが、例えばですけどプレゼントを送ったとか、例えばメッセージを送ったとか、思い切って DM を送ってみたら帰ってきたとか、そういうことかもしれませんね。何かのきっかけがあって2人が強く、そして接近していくっていう感じがします。ここね、1ヶ月目2ヶ月目乗り越えると3ヶ月目ですごく大きな進展が入ってきているので、これをぜひ参考にしてみてください。以上、こちらが3番をお選びいただいた方のリーディングとなります。今回は浅い関係の恋、この恋はどうなっていくのか、進展していきますかというのを見ていきました。今後もいろいろなリーディング動画を投稿していきますので、よろしければ高評価やコメント、そしてチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。